3D プリンター EG3 と経典を買いました。驚異の安さを誇るマシン、果たして動くのか。感動すら覚えるプリンターの勇姿を見逃すな。こんにちは、作るに夢中、三峰すずです。今日の主役はこちら、 EG3 と経典という 3D プリンターです。私はアリエクスプレスで約7000円で購入しました。この価格ですが、騙しではないんです。 EG3 は過去にも安価帯のプリンターをいくつか投入していて、実績のあるメーカーです。コンパクトなボディに 3D プリンターのロマンと楽しさが詰め込まれた夢のようなマシンです。なお、念のため明示しておくと、安いからといって初心者向けではありません。これが1台目だとかなりのハードコースだと思います。商品パッケージはこちら。これだけです。通常の 1kg フィラメントスプールと並べても同じぐらいのサイズ感。ここに 3D プリンターが収められていると思うと、それだけでワクワクしますね。開封しましょう。お試しの PLA フィラメント、冊子のマニュアル、1枚のガイドペーパー、英語表記もあります。AC アダプター、12V 出力、センタープラスです。ネジを回すドライバーとマイクロ SD カードとカードリーダー。なぜかカードリーダーは2つ入っています。1層目はこれだけ。2層目にプリンター本体が収まっています。Y 軸とベッドレベル調整は手作業のねじ回し式です。フィラメントホルダー、一般的な 1kg スプールは入りません。Z 軸を支えるパーツ、コントローラー、土台の部分とエクストルーダー、安定感の全くない軽さです。側面に給電ポートとマイクロ SD スロット、天面に操作ボタン。このプリンターで特徴的なパーツ、X 軸と Z 軸です。なんと同一部品。ベッドが組み付け済みでしたが、Y 軸も同じものです。銀色の部分はなんとアルミ製。その他は樹脂製です。スライダーも樹脂製。これで全部、あまりにあっさりした中身にびっくり。組み立てはよく言えば簡単。別の言い方をすると、こんな組み立てで 3D プリンティングできるとは信じられないです。ドライバーは付属していますが、組み立てでは使用しません。Y 軸とテーブルをベースにひねって固定。
Z 軸用のアダプターを押し込んで固定。Z 軸をスライドして固定。X 軸をひねって固定。ちなみにグラグラです。ただしこれで正常。エクストルーダーをひねって固定。フィラメントホルダーを押し込んで固定。配弁のケーブルを差し込んでいきます。X 軸、Y 軸、そして Z 軸。完成です。めちゃくちゃ軽いので片手でも余裕で持てます。本当に 3D プリンター？完成サイズも 1kg フィラメントスプールと同じくらい。フィラメントホルダーに引っ掛けようとするとこんな感じで干渉します。スプールに乗ってしまうサイズ感、いいですね。電源は2系統、DC ジャックと Type-C があります。まずは AC アダプターで動かしましょう。12V でセンタープラスの AC アダプターを使います。今回は US 仕様のものを買いましたが、100V から 240V 対応のアダプターが付属していました。電源スイッチは C、中間、E の3ポジションです。E 側に倒します。印刷する前にベッドレベル調整をします。1、2、3、4のボタンがあり、ベッドの四隅それぞれに対応しています。それぞれのポイントに移動させてコピー用紙で隙間を調整します。少なくとも2周調整した方が良いでしょう。懐かしいですね。最近のプリンターはベッドレベル調整はフルオートですが、以前のプリンターはこのように手動で紙の厚さを頼りに調整していました。ところでこのプリンター、原点復帰のためのエンドストップスイッチがありません。では可動範囲の端をどうやって検出しているのか。センサーレスホーミングではなさそうです。見た感じ、モーターを一定時間回し続けて
端に確実に到達させているだけのような気がします。普通に考えればモーターやギア、モーター駆動回路の負担が気になりますが、そこはコスト優先の割り切りなのでしょう。これでベッドレベル調整は完了なのですが、調整してこんな感じになります。傾きすぎじゃないですかね。X 軸が傾いているんで、それに合わせてベッドも盛大に傾きます。すごいやばい。PLA フィラメントをホルダーに引っ掛けます。さすがにこれは不便なので、このサイズのスプールを設計印刷しても良さそうですね。フィラメントをロードします。再生ボタンを長押しで少し Z 軸を上げてからフィードボタンを押します。ランプの点滅している間はノズルの加熱中です。温度が上がってきたらノズルからフィラメントがニョロニョロ出てきます。フィードボタンを再び押して終了しましょう。G コードファイルの入ったマイクロ SD カードを裏面を上にして差し込みます。添付のマイクロ SD カードにサンプルが入っているので、まずはそれを印刷しましょう。再生ボタンを押して印刷開始です。うおー、ついに本当に動いてる。ドキドキの1層目、しっかり印刷できているようです。出来上がりました。印刷時間はおよそ1時間。スピードが遅い分、やはり時間はかかりますね。とはいえ、この値段のマシンにして、なんと本当に印刷ができるんです。すごい。モデルのロケットの底面には、ラフトというベッドとの定着を強めるパーツがついています。ベッドレベル調整がきちんとはできないので、高さのバッファーとしての役割もありそうです。ビルドプレートは磁石でくっついています。値段の割にそこまで悪くはないと思いませんか？結構がっつり定着していたので、力を込めて外していきます。グリムが外れない。スカート部分だけどうにか外れました。決して綺麗な造形とは言えませんが、なかなか検討していると思います。何よりも無事に印刷が完了したことに大興奮です。
さて、電源の解説を再び。このプリンター、タイプ C ポートがあります。なんとパワーデリバリー対応です。12V2A 以上を出力できれば、モバイルバッテリーでも駆動できます。つまりこういうこともできるわけですね。屋外 3D プリンティング、その必要があるかは分かりませんが、とはいえ電源の限られたイベント出店でも使えるということでもあり、文字通りのモバイルプリンターを実現しているすごいマシンです。今回はロマンと楽しさが詰まった安価な 3D プリンター EG3 の経典を買って開封してみました。この価格で動作すること自体が驚きですが、どこかで実用的な使い道もありそうな、そんなポテンシャルも秘めているような気がします。皆さんだったらどう楽しんで使ってみますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは掘り出し物の楽しいガジェットも追いかけていきたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。